皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。まず冒頭に取り上げるべきなのは、これまで行われてきたウクライナ軍の遠距離攻撃の成果がものすごいものになっているという一報が入ってきています。ロシアの国家財政を支えているのは石油や天然ガスの輸出です。一方において産油国であるということからも、国内における燃料も当然自分の国で賄っていました。ところが、ウクライナ軍による連続的な攻撃に伴って、ロシアの石油生成能力は大幅に減少。現在、石油生成所の 38% が稼働停止状態に陥っているというのです。今回は、国家の礎すらも揺るがしているウクライナの遠距離攻撃の成果から取り上げていきましょう。キーウポストより、ドローン攻撃でロシアの石油生成所の 38% が閉鎖。ガソリン生産量は100万トン減少。ウクライナのドローン攻撃により、ロシアの石油生成能力は 40% 近く麻痺し、ロシアでは過去数十年で最悪の燃料不足を引き起こした。調査会社の情報によると、9月28日時点で一次生成能力の 38% が失われている。ガソリン生産量は100万トン減少し、需要の 20% を満たせない状態となっている。製油所の操業停止規模は歴史上前例のない規模となっている。9月の操業停止は、ロイターの試算によると、8月に記録した640万トンを上回った。1日あたりで見ると、9月のピークは8月の1日あたり20万6000トンを上回り、また、調査会社によると、8月初旬以降、20以上の主要製油所が攻撃を受けている。停止の約 70% はドローン攻撃が直接の原因で、ロシアの製油能力の約4分の1が機能停止に陥った。他にも、ウクライナのドローンは、石油ポンプ場、化学工場、石油タンカーターミナルなど他のエネルギー産業インフラに少なくとも7回損害を与えている。9月にはロシア第2の製油所であるレニングラード州キリシのキネフ工場とロシアトップ5の製油所の一つであるロスネフチのリャザン製油所を含む4つの主要施設が攻撃を受けて閉鎖されている。燃料危機は極東のサハリンからロシア中部のニジニノブドゴロまで20以上の地域に広がっている。クリミア半島と極東の一部地域が最も大きな打撃を受けており、当局はガソリンの販売を1人当たり30リットル以下に制限している。修復には数ヶ月かかる可能性があると、経済学者ウラジフスラフ・イノゼムツェフ氏は述べた。制裁によりロシアの製油所の近代化に以前使用されていた西側の設備が使用できなくなり、中国製の代替品で簡単に入れ替えることができないと指摘している。調査会社の報告に基づく記事は他にも挙げられており、一社だけが報じているような内容ではありません。ちなみに今日もロシアでは石油生成所が燃えています。こちらはロシアのヤロスラブリ石油生成所。ロシアで5番目に大きい施設で突然の壊滅的な爆発に見舞われて、施設の操業を止めざるを得ない事態に陥っています。こちらの施設の炎上に関しては、現地の州知事はウクライナ軍によるドローン攻撃は確認されていないとしています。実際そうなのかどうかはちょっと確認のしようがないわけですが、職員のミスでこれだけの火事が発生しているというのであれば、ロシアの自滅という意味では、なんとも滑稽な光景とも言えます。火災の様子については住民らが動画を投稿しており、消火作業がうまくいっている様子は見られません。さてそのようにしてロシア国内で生成能力の大幅な低下といったものが見られる一方において、海外への輸出についても問題を抱えています。ブルームバーグ通信は、ロシアが石油ガス業界からの今年の税収は前年比 22% 減、歳入を圧迫と報じています。ロシア政府は石油ガス業界からの今年の税収が大きく落ち込み、新型コロナのパンデミックがあった2020年以降で最低の水準になると見ている。燃料価格の下落とルーブル高が響いている。ロシアにとって石油ガス業界からの税収は極めて重要で、今年の歳入全体の約4分の1を占めると見込まれていた。ウクライナ侵攻を続けるロシアは軍事支出の増加を継続する計画で、戦費を賄おうと付加価値税の引き上げと借り入れ増加を予定している。日本の消費税にあたる付加価値税は現在ロシアでは 20% です。これを 22% に増加させるという動きが強まっています。ロシア財務省が増税を求め、プーチン大統領もこれを承認、議会が増税にあたっての
作業を進めています。そして国民からもっともっとお金を絞り取らなければならないという考え方はロシア政府全体の意識としてかなり強まっているようです。モスクワタイムズ、ロシアでは住宅及び公共料金が今後3年間でさらに 30% 値上がりすることになる。ロシア当局は国民に公共料金を請求したいという欲望をますます強めている。今後3年間の予算の基礎となる政府の最新予測では4月の大幅な見直しにより国民の電気料金をはじめとする公共料金の値上げが予想を上回ることが判明した。住宅及び公共サービスの総支払い額は来年 9.9% 上昇、2027年に 8.7% 上昇、2028年に 7.1% 増加する。3年間で支払い額は 27.9% 増加する。ロシアでは石油も天然ガスも取れる国で他の国にも輸出しています。その資源が産出している国においてガソリン価格の上昇傾向が続いているとともにガス価格についても上昇が見込まれています。経済発展省はガスの値上がりについては今後3年間で合計で 27.9% 上昇すると見ている。また、電気料金についても同様にして大幅な引き上げが予想されている。来年は 11.3% 増加、27年は 8.6% 上昇、28年は 9.1% 上昇だ。その他暖房料金なども同様の値上げが予定されている。このようにして消費全体にかかる付加価値税の増税に加えて公共料金もざっくり言って 10% 前後毎年上がっていくような勢いとなっています。増税傾向があまりにも強いと当然のように政府に対する批判は高まるものです。ただしロシア国内においては刑務所送りになる可能性が非常に高い行為です。取り締まりを強化するための予算の増額といったものが予定されています。クレムリンは開戦初年度以来、警察、ロシア国家親衛隊、治安部隊への支出を過去最高額に増額する計画だ。政府が下院に提出した予算法案の説明書によると、2026年には治安機関に対する支出が 13% 増加し、過去最高額に達する見込みだ。ロシア政府は戦争遂行のために、まずは軍事予算を大幅に引き上げて、全体の 38% の予算を占めています。これに加えて、国内における政府批判については積極的に取り締まる姿勢を強化しています。政府は軍と治安部隊の維持に国民への社会保障の 2.3 倍、国民経済の発展の 3.5 倍を支出することになります。また、教育と医療に比べれば、軍と治安部隊の維持には10倍のお金をつぎ込みます。プーチン大統領は現在でもなお特別軍事作戦と呼称し、ロシア軍に対する批判を行う者は、犯罪者として刑務所送り、そして長期の刑務所暮らしが嫌であるならば、前線へと送り込んであげようと軍への志願を求めています。そのような形で軍に送り込まれた人々が前線で使い捨てにされるといった光景が繰り返し行われることによって、ロシア国内における政府批判はよりやりにくくなっていくわけです。ウクライナによるロシアの戦略資源に対する攻撃は今のところ成果を上げて、しかもその成果は徐々に影響を拡大しています。これに対抗するためロシアは自国内で賄うことができないのであれば、まず燃料不足対策としては隣国のベラルーシと中国からの燃料の緊急輸入を大幅に拡充するといった計画を立てています。しかしそれも国外から輸入するものですから、決してロシアにとって安い買い物ではありません。ウクライナの遠距離攻撃はまだまだ続くことでしょう。当然のようにウクライナとしてはロシア国内の石油精製施設その全てに対する攻撃をさらに加えて、操業の停止といったものが確認できるのであれば、さらに攻撃対象を拡大することにもつながるでしょう。ロシア国内にはまだまだ石油やガスのパイプラインそのものへの攻撃も考えられますし、軍需産業に対する打撃などもこれからは重要でしょう。そうやってロシア本国における戦争遂行能力に打撃を与えることが、最終的には前線におけるロシア軍の攻勢の弱体化後も引き起こすことが狙えるわけです。なお、ウクライナ軍の攻撃が石油関連施設に対して集中的に行われていますが、それ以外についても無視しているわけではありません。そもそも石油関連施設ばかりを狙うと、ロシア側の防空体制もここさえ守っておけば大丈夫みたいな形で守りが固まってしまいます。そうした意味では、ロシア軍がより守りにくくなるように攻撃対象はさらに拡大することも必要なわけです。ウクライナが従来はあまり行ってこなかった攻撃として、ロシア国内の
発電所に対する攻撃も行われました。ロシア西部の発電所にミサイル攻撃、大規模な停電発生。この一件だけでは、ロシアに対する打撃は大きなものではありません。しかし、作戦全体のことを考えれば、このように、ウクライナ軍が何を狙っているのか、ロシア側によりつかみにくくなるような行動といったものも必要なわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。